飯旅 Season 5今回の飯旅は飯旅総集編14です。皆さんこんにちは。日本津々浦々食べまくり飯旅を続ける夫婦のチャンネルへようこそ。今回は総集編の第14弾、まだまだ発展途上の下手くそ飯旅ーズの動画ですが、2年前はこんなんでした。ひどいよね。ほんと穴があったら入りたいくらいひどいね。恥ずかしいね。まあ右も左も分かんない YouTube ゼロの状態から恥を忍んで続けてきたからこそ、こうやってこの活動が続けられるぐらいにまで成長できたってことだからありがたいことですわ。そうね、いつも応援してくださる視聴者さんありがとうございます。ってことで今回はシーズン3、2023年2月に公開された札幌のグルメ情報の総集編です。それでは早速Let's get it started. 1. Curry Savoy 撮影機帰宅時から317ヤード、1993年創業老舗スープカレーサボイのリバイバル店舗ね。南16条ぐらいだったかな。幌平橋付近にあった懐かしのカレー屋さん。店主さんは前経営者とは違うらしいんだけど、味から何から継承されているとのことです。なんとおじさんが初めてスーカレーに出会ったお店、それがサボイでした。いや、お久しぶりでございます。そうなの？それは感慨深いわね。で、どなたと一緒だったのかしら？誰と来たかな。よしこちゃんか、けみちゃんか、みかちゃんか、えみこか。ああ、そうですか、そうですか。はいはい。味とかも全然覚えてないんだけども、これだけは覚えてる。スープカレー店にはシャワー室が必要だという名言が生まれた店だということ。そうなの？以来スーカレー行くときはタオル持参さ。スーカレーが騒がれ出した頃だから30年近く経つのかな。恥ずかしいぐらいティッシュを使ったのを覚えてますね。すっごい汗出るよね、鼻水も。はい、これ遺伝子なんです。確かにお父さんもすっごい鼻垂らすもんね。2. Soup Curry Akushiba Shoten 夜でも満席奥芝さん。見渡せば海外観光客ばかり。エビ効果なのかしらね。すんげー激混みっす。ナコロ騒ぎからやっと平常を取り戻しつつあるね。エビエビ感じるスープで美味しかった。ふっくらジューシーハンバーグで好きなものだらけのスープカレーに大満足です。ただ2000円台突入って腰抜けそうになったわ。高いよね。昔からこんな高かった？ 2000 円前後だもんね。スープカレーも随分高級になっちゃいましたね。そいでもってついでに大丸さんにわー。いなりに甘く煮た油揚げ使うの北海道だけなのかね。このいなり上品な感じがしましたね。ご飯に生姜が混ざってたり、本わさびの花芽ってのが混ざってたり。生ノースマンに大行列とびっくり。リニューアルで大人気のようですね。おじさん子供の頃からノースマンと月の石は大好物なんです。オーソドックスな泉州湾のノースマンに生クリームを入れただけっていうだけの感じですけれどもね、美味しいです。美味しいでちゅノースマン。月の石もなんかやってほしいな、リニューアル。そしてドンクのこれフォルムに一目惚れでしたね。ね、厚さ1000万のガーリックトースト。これどんだけでかいフランスパン焼いてんのかな。10等分でこのサイズということなので推定1メートル以上ってことは殺圧1億オーバーだね。Over 100 million かなりハードな仕上がりのフランス。このサイズはなんて名前？調べたんだけど分かんなかったね。フランスパンはサイズやクープの数によって名前が異なるんです。大きい方からパリジャン、バケット、バタール、クッペ、プールなど LL です。クープとは焼く前にパンが膨らむのを助けるために入れる切れ目のこと。大きいほどクープの数は多くなるよね。なるほどなるほど。ちなみにクッペはコッペパンのコッペですね。ああ、そっか。すごい売れ方してたね。これついつい手が出てしまうジャンボガーリックフランス。ベリーハードのパン。 Very hard クリームシチューを作って美味しくいただきました。シチュー美味しかった。Kita Yojo Nishi 4 Curry House Corombo 言わずと知れたコロンボさん。撮影で地下鉄降りるとついついよっとかとなりがちなコロンボさん。それはあーただけじゃない？新札幌にも支店があったのをご存知だろうか。いや、あったわね。美
おじさんは一度も食べたことがないのですが、確かコロンボの息子さんのお店だったと記憶しております。そうなの？何そのインサイダー情報。その新札幌のコロンボ、移転を機にヒロコロンボと改名したんだけれど、その場所がね、前室のサボイの創業店の場所だったと思うんさ。なんだかややこしいわね。ただのたまたま偶然の話なんだけどもね、今はヒロコロンボもなくなってしまったみたいで、食べてみたかったな、ヒロコロンボ。ちなみに今切り盛りしてるのは娘さん。あら、ママさん引退されてたのね。んだ。でもコロンボは不滅ね。不滅の札幌ソウルっすね。Sapporo Seoul. 9. Kita Nijo Nishi 3. Sushi Kokoro Nakamura. 敷島ビル地下にあるお寿司屋さん。近隣リーマンやらオフィスレディタッチがびっしり。ランチは3コース。A、B、C から選べて、私は B セットをチョイシング。忙しい中、光り物大丈夫ですかと優しく確認してくれる心遣い。B セットは握り9貫、巻き寿司、笹寿司、お味噌汁にデザートまでついて1180円。おいおい、さっきスーカレ1880円だったよね。だのよ。マグロ、イクラどれも新鮮でうまし。カニの握りは隠れ柚子で美味しかったよ。カニまでついてんの？わお！日替わり弁当も人気みたいで、1時間ぐらいで完売ですって。ランチは予約必須となっております。そりゃ人気なるわ。安くて当然的に美味しい。それでこそ北海道。んだ。Chikaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. 冬になると、はい。まあね、事故が多いですよね、やっぱり。これね、はい。おじさんも免許取ったの夏なんですけど、冬道一つも教習課程で乗ってないわけですよ。もう初心者のね、免許取り立ての坊主がいきなり初めての冬を迎えたわけですよ。はい。そりゃあ怖い。危ないですよね。危ないね。このシステムはなんとかなりませんかね。本当だよね。アスファルトの上を走るっていうのはね、免許なんかいらないぐらいの話だと思うんだけど、冬道に関してはこれ相当の知識と技術が必要だと思うんですよ。あれですよ、免許取って最初の10年くらいはね、あんなことやこんなこともやらかして、そうしてやっと一人前の冬道ドライバーになってきたわけですよ。それがね、免許取り立ての人がいきなり冬道とかっていうのはとても危険な話で、雪の降らない国から来た南の島の人たち、雪に憧れてきてね、レンタカーを借りてね、冬山道になんか行った日には殺人凶器なんですよ、車って。ピストルはね、殺意を持って銃口を向けて引き金を引かない限り人を殺さないんですよ。でも車はね、一度に下手すりゃ10人ぐらい殺せるぐらいの殺傷能力があるんですよ。殺意なしでもコントロールを失えばね、怖いもんね。去年はね、横転してるのワンボックスをね、6、7回見てますよ。今年はまだ2回だけど、車の構造的に横転しやすいんだろうね、きっと。最近の車がコテンってなりやすいってこと。ワンボックスが多いでしょ。自動車学校もそれでやればいいのにね。あんなベンツとか入れないでさ。本当だよね。まあ日本人もね、アメリカとか右側通行の国行くと必ず事故を起こしてるからね、あまり言えないですけど、確かに日本人はほら合流するときに右から車が来るっていうのが染みついちゃってるからね。そうだね。だからどうしてもこうホテルから大きい通りに出るときに右が車が来てないと出ちゃうんだよね。そうするとアメリカの場合左から猛スピードで車が来るわけで、それがガシャーン行きますわ。車で突っ込んでくるよね。あれもアメリカ人にとってはね、いい迷惑ですよ。そうだよね。右側通行の国に行くときは皆さん気をつけてください。Meshtabi, Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Higashi Kaiwai 11 des. それでは早速。Let's get it started. 1. Kita Jugojo Higashi 1. Ofu Curry Ken.
環状線沿いのカレー専門店。今年で10年目ですね。欧風カレー健さん。カレーの匂いがしないカレー屋は珍しい。カレーの匂いがしないですって？だのさ、珍しいっしょ。うん。鶏のブイヨンとフォンドボーで作られる欧風カレー。カレーとしてはかなり高級な部類ですけれども。何このハンバーグ。めっちゃテンション上がるんですけど。だろう。不覚でしたね。ケンさんはハンバーグでしたね。もっと早く気づくべきした。チキンや他のメニューばかり食べてたんでね。いや、ほれカレーで1500円オーバーってのはなかなか手出ないじゃない。確かになかなか手出せないわね。カレーに1号は。ハンバーグ部門トップクラスポテンシャルハンバーグでございます。キャーハンバーグ。わんぱくにがっつり肉食いたい時にいいっすね。ハンバーグ好きのグリーンもきっと気に入るはずだ。ねえ、食べる。オープン戦始まったら食べに行こうっと。なんで？野球関係ないっしょ。2. Kita Nijusanjo Higashi 20. Arjanta Sohonka. 我々が形容詞として使う薬膳系スープカレーの代名詞的お店。アジャンティークなカレーがいただけます。Ajanti. 移転されて初めてお邪魔したんですよね。なんせ前回食べたのはかなり前だからね。創業本店はいつまであったのでしょうかね。南22条の電車道路沿いの電車道路ってどこかな。皇族の男性陣がライス少なめで注文しているぞ。さては幕僚系。やや恐怖感を覚えつつ待っていると。そういうキャラじゃないじゃん。だよ、あれなんかスープカレー屋さんみたいになっちゃったね。いやスープカレー屋さんでしょ。違うのさ、あんまりアジャンティックじゃなかったんだよね、味も。以前とは随分違うような印象でしたよ。あなたがボケたんでないの？最後に食べたの10年以上は前だと思うからうろ覚えだけどもね。まさかチキンが二刀流とは驚きだぜよ。二刀流？そう、チキンがきちんと両足入ってるんさ。わお、チキンきちんと両足入っててボリュームたっぷり。そうチキンきちんと。いやさ何やらディボースしてDivorce. パパちゃんママちゃん2系統になったみたいなので、ママちゃん型の方のも今度味見してみないとね。こっちのお店がパパちゃん系ってことね。飯食べ。 Kita Nijuichi Jo Higashi 16. Ramen Wabasuke. おじさん大好き濃厚魚介鶏白湯のお店。はい、醤油も味噌も大好物。謎の柚子の風味がたまらないわびすけさん。確か井上桜並みの濃さだったわよね。ガチまた食べたい札幌ラーメンで言ってたやつ。そう、よく覚えていらっしゃる。はい、わびさんも濃ゆいけど決してしょっぱくはない。いわゆる一つの濃厚系ですね。ほんと濃ゆい魚介系好きよね。札幌で好きなラーメン5には入るね。マルーン5みたいに言わないで。塩がまだ未体験なので塩楽しみです。この曲はシュガーだけどね。Naribochao 12. South Villa. 275号線沿いの割と外れの割と寄りづらい場所よね。これはもはや札幌ソウルフードの部類かもしれませんね。11時3分到着なのにすでに満席。略してスデマン。人気は健在でした。後から略す意味がわからん。でも相変わらずすごい人気ね。カツカレーがあるのだけれども、歯を食いしばって本日は唐揚げミニラーメンセット800円。ミニラーメンセット800円。あれこんな安かったっけ。唐揚げ2個定食600円だぜ。2個で十分だよこの唐揚げ。おじさんは2個でも鶏もも1枚分だからね。そりゃ十分だわ。そういえばさ、大将の声最初びっくりしちゃった。あれは誰でもびっくりするよ。あれ何の音かなってね。どんなんだっけ。真似できないな。超ハイトーンなんだよね。白井球審並みだぜ。40年近くハイトーンですっごいよ。そんな前からあんの。ここも食べたことなきゃもぐり札幌市民だね。Kita Nijusanjo Higashi 7. Kadomaru Mochi 10. 季節物の人気商品は午前中で売り切れてしまう大人気餅店。確かに美味しいね。こちらは餅屋史上最高のお味かな。ね、
いちご大福はとりあえずナンバーワンね。いちごと餅とあんこのバランスが絶妙。これマジ眉美味しいです。桜餅もうぐいす餅ももちろんもう申し分ない。もうまた食べたい美味しさ。食べる気満々。これが本当のモチベーション。はいはい。Kita Nijiwichi Joe Higashi 17 EQ 外観でイチコロス系そば屋さん。なんか多いな。イチコロス系。殺しちゃいかん、殺しちゃう。外観でイチコロ系そば屋さん。ああ、いい味出してるね。富良野そばなんだね、ここ。ね、珍しいわよね。去年富良野行った時、そば畑だらけでびっくりしたけど、いただくのはお初かしら。やや高級か。すごいプライス。ニックプライスのような高級そばだね。なのよ。ニックは誰だかわかんないけど、高杉くんで天ぷらには手が出なかったわ。too expensive for me だます。だます Too expensive for me 外食の値段も去年あたりからすっげえ高くなったよね。まあこんだけあらゆるものが高騰してっから仕方ねえんだろうけども、やばいね。ほんと、元の地球を返していただきたいわ。まったくだ。革命が必要だね。リセットボタンってないのかな、地球に。リセットボタン？地球の？どっかの穴に細いピン刺したらリセットみたいな。地球は iPhone じゃねえわ。でもあったらいいのにね。んだ。 Kita Ichi Joe Higashi 11 Cafe Monkey Bar 苗穂駅そばのカフェ。古い長屋をリノベーションした味のあるお店ね。カフェモンキーバーっていう名前からしてカフェっぽいイメージだったんで、料理にはあんま期待してなかったしょ。古田新谷のマスター、元ミュージシャンなのかしら。店内にはギターやらコントラバス、ギタレレが、カウンターには地味編が鎮座してらっしゃる。やばい、おじさん同士の会話が長くなりそうな不吉な予感。やばいっすね。この札幌の中心部で薪を積み上げ薪ストーブの感じ。格好が泣いたりね。格好時計久々に見たね。なんか超いいわ。そこら中に時計がかけられてるけど時間はバラッバラなのよね。なんか落ち着くわ。スローなボーカルもののズージャー BGM も素敵。この分厚い地味編のレコードは何ぞ？初めて見たぜ。音楽の才能はわからないけど、マスター料理の才能はジーニアスね。Genius はい、最高のカレーをいただきました。はい、これは素晴らしいお店見つけましたよ。今年一番のカレーかもしれませんね。まだ2ヶ月しか経ってないけどね。薬膳カレーとのことですが、カテリゴリカテリゴリ Category ひどい。カテリゴリいいね。カテゴリー的にはスープカレーになるのかな。おじさんの中ではスープカレー最強のお店に決定です。Kita Niju Sanjo Higashi 22 Puyoko Cho 札幌ソウルでも紹介しましたプーヨコ町、東区の代表的なお店ですね。懐かしみにたまにしか訪れなくなりましたが、青春時代は随分とお世話になりました。かわいい名前よね。プーさん由来かしら。らしいけど、後付け的にプーはアイヌ語で食料倉庫の意味なんだそうだよ。あら、玉ねぎ倉庫を改造したこのお店にぴったりだったのね。 Kita Nanajo Higashi 3 Amawa Yasashiku No.2 アメヤサさんの2号店は大好物の鶏白湯。この鶏白湯飲まっちゃいますね。会員しちゃいます。ホタテの濃厚な旨味がこんなところに隠れててホタテの濃厚な旨味がこんなところに隠されてて、あれですね。アメヤサさんも我々と同様、ホタテとごぼうの美味しさに気づいちゃった系ですね。あら、気づいちゃったの。揚げたごぼうときんぴらチックに味付けされたのと2種類もごぼうが入って美味しさてんこ盛り泉っす。ポタージュや。マジポタージュ。出た、ポタージュ。それにしても綺麗な盛り付け。アメヤサタワー健在ですね。これはアメヤサさん史上最高のラーメンです。フォーミー。 The best スープまで飲み ramen for 干 me しちゃいますよ、これ絶対。きやー、切な系ってやつね。そうそう、スープが残り少なくなってくると悲しい気持ちになってくるんだよね。飲み干しは絶対我慢できない。これそんなに美味しいならしょうがないよね。でももうかりんと一袋食いはダメだよ。はーい、リハイリフレハイリホー、はいはい、大きくなれよ。 Chikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai
See you soon. 人生でもう5回ぐらいスポーツジム変わってるんですけど、まあ三日坊主なんです。知ってます。でそこの東区のスポーツジムはね、風呂がすごい充実してたからかなり通ったんですよ。これスーパー銭湯が撤退した後改造したジムだったのかな。すんごい広くて空いててありえないぐらいいい風呂だったんだよね。だもんでほぼ毎日行ってたよね。そうだよね。三日坊主のはずなのにめっちゃ行くな今回と思ってた。ジムの受付のお姉さんに「ああまた今日もお風呂ですか」って嫌味を言われながらね、まあ時々風呂で会う人にちょっと変わった人がいてね、俺は鍛冶屋って呼んでたんだけども、鍛冶屋寝湯でリラックスしてたのね、おじさんが。そしたら鍛冶屋がね、いつも一番熱いお湯のところに入ってるのさ。そして定期的に水風呂に移動するんだけど、立ち上がるとね、あれ一人で入ってたはずなのに二人になってんだよね。は？二人？どういうこと？息子も一緒に立ち上がってくるのさ。カチンコチンなわけさ。あじゃでね、そのまんま水風呂に入る。ジューって聞こえるんだよね。それは冗談だけど、なんでやねん。鍛冶屋が鉄を打つように熱いところでカチンコチンにして水風呂に入ってクールダウンっていう。あ、鍛えてんだと思って。そんなトレーニングがあるんですか？それをね、こう行ったり来たり繰り返してるんですよ。カチンコチンのまま。風呂屋で初めてだよ。人目もはばからず、カチンコチンにしてるやつを見たの。いろんなものを鍛える場所なんですね。飯旅。今回の飯旅はガチでまた食べたい札幌おどり界隈10です。それでは早速 Let's get it started. 1. Minami ni Nishi 1 Agora Sapporo 2016年創成川沿いにオープン、カジュアルイタリアンのお店アゴーラさん。以前はクロスホテル札幌で9年間営業していたそうです。そうなのね。お店に入るや否やオープンキッチンからいい匂い。くんくん、犬のようにワックワク、尻尾フリフリでございます。イタリアンのオリーブオイルの焼けた匂い好きだな。あれいいよね。そうなんざます。ランチは29ラップ。9ラップ。取り替えてくるね。あれ言えてなかったよ。勘弁してくださいよもう。Redo。ランチは2ラインナップ。お手頃コース A をチョイスしたんだけど、前菜、自家製パン、パスタ、デザート、ドリンクで1800円。結構ちゃんとしたアンチパストが出てきて感激。パスタは2種からチョイスナブルで、ハーフ&ハーフでも OK なの。ハーフ&ハーフ。ほい、そりゃ嬉しいね。あ、ちなみにチョイスナブルは飯旅造語だから気をつけてね。2. Minami Ichi Nishi 5 Sakadokoro Tebaya 老舗の手羽屋さん。この界隈のリーマン OL たち以外には意外と知られてないのかもね。そうだね。この手羽は一度食べておきたい一品ですね。またこのボリューム、名古屋の山ちゃんにも負けてないですよ。負けてない負けてない。これいいね。私も知らなかった。おじさん忘れてたよね。30年ぶりぐらいに来たんだけども、あれちょっと待てよ。待てよ。出た気もたく似てない。2002年創業って書いてるじゃん。あれ違う店かな。20年しか経ってないな。もうボケる前にちゃんと美味しいとこ全部連れてってよ。もしかして焼き鳥キーさんと勘違いしてるとか？キーさん？手羽屋はキーさんの先代の娘さんが経営されているから、キーが本家で手羽屋が分家という姉妹店なんだって。それだ。そうか、娘さんのね。なるほどなるほど。道理でメニューが同じわけだ。
それにしても周りのお客さん全員同じ注文してて笑ったよね。笑った。ほんと白菜の漬物、イカゲソ、そして手羽ね。我々もゲソにすりゃよかったね。失敗だ。コロッケ130円って惣菜屋の値段だよね。ほんまやで。この手羽おいしい。たまるわ。これたまらさる。30分ぐらい会話ゼロで夢中食いしちゃったよね。ほんとおいしいけどこれ食べきれないよ。数えたら1人前18本よ。こりゃぶっ飛んだ居酒屋だぜ。もちゃん以上手羽や。6. Manami Ichi Nishi 2. Toshi. 美味しそうなハンバーグのお店をしらみつぶしに食べ歩いててやっと見つけました。美味しい私好みのハンバーグ。踊り界隈の人気ハンバーグ店ですね。鉄板の上で今にも破裂しそうなくらいパンパン状態で登場。いいね、うまそうだ。お箸を入れた瞬間に肉汁ジュワーでございます。やばい、聞いてるだけで唾液ジュワー。鉄板ジュージューペレットが嬉しいね。焼き加減調整できるからね。この新鮮な山わさびが焦げ気味ハンバーグにめちゃめちゃ合うんだわ。珍しいよね、山わさび。ビーフと相性抜群なんだよね、実は。そうそう、たっぷりのせるのがおすすめ。ツーンなるけどそれが癖になるの。さて問題です。はい。マルシンハンバーグはご存知かな？マルシンってマルシンハンバーグでしょ？そうそう。はい、ご存知です。発売当初は何のハンバーグだったでしょうか？何肉？ハンバーグでしょ？はい、肉にもいろいろありますよね。はい、鶏肉。ブブー。正解はマグロとクジラなんです。それハンバーグ？ Manami ni Nishi 12. Shinoya. グリーン大好き篠屋さん、札幌の老舗でございます。老舗中の老舗ですね。札幌で鴨せいろと揚げたての天ぷらを初めて出したお蕎麦屋さんね。1977年に札幌市南区の住川にできたお店で、10年後に今の中央区の場所に移ったんだって。住川にあったんだね。知らんかった。マンションの1階にあるじゃない？うん。マンションも周りの庭園も大家さんのもので、大家さんにここで商売しないかって誘われて今の場所に移ってきたんですって。なるほど、スカウト蕎麦屋さんだったんだね。球場すっげーの作るからこっちにホーム球場移さないかの北広島みたいな話だね。で、大家さんも日ハムファンだったんだね。なんか話ごっちゃになってる。10. Manami 4 Nishi 5. Yoru Pafe Senmontan Nanakama Door. 続きのになっちゃうけど、ここは締めパフェ。締めパフェというより素晴らしいデザートをいただきましたという感じ。舐めてましたね。はい、パフェですみたいな軽薄さはみじんもない芸術的な作品でした。これはパティシエじゃないと無理なやつですね。美しすぎてなかなか食べ始められなかったです。わかる。10分ぐらい眺めてたよね。どれも繊細な飾りがまるで宝石のように散りばめられてて、一体これ一つ作るのにどれだけの工程を経ているのだろうかというね。本当だ。製品成分表というか説明書みたいなのがあるんだけども、たくさんすぎてて確認できないよね。味噌ラーメンから始まり、スープカレーに締めパフェと、札幌はまあまあ文化発祥するね。ね、締めパフェがこのクソ寒い北海道でこんなになるとはびっくりだぜ。もともと札幌にあった文化とされてるけども、心当たりないわよね。だよね。Anyway、予想をはるかに上回る素晴らしいものでした。パフェが2000円って思ったけど、こりゃ納得のファビュラスパフェね。Fabulous. はみ出す？ファビュラス。セックス&ザ・シティでサマンサが言ってたでしょう。古いの切ったね。感動寒いぼでした。締めである必要は全然ないね。そもそも締めとしては閉店時間が早すぎるぜ。あんたにはね。Kukai no Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Kita Kaiwai des. Otanoshimini. See you soon. 高校生の時はもう土曜日の夜に
家にいたことがないです。なんてやつだ。必ず、デスコに行くか、友達ん家にたむろって鉄マンだったね。ディスコって。で、連れ立って5人で風呂入りに行ったんだよね、銭湯に。ほいほい。友達ん家の近くの。うん。とにかくいろんな馬鹿げた遊びをしてる軍団だったんで。その頃から、頭の重さを測ろうぜっつって風呂上がりに一人ずつパン1でね、パン 1？ もう地べたに横になって頭だけを足乗っけるところにこう乗っけて頭の重さを測るんだけど、そう5人とも違う高校に行ってたのさ。ちゃんと学力通りに、頭の重さが並んだっていう。頭がいい人は重たいの？そう。その中で一番頭のいいやつは北高だったんだけど、わお。7キロあったんだよね。頭だけで？俺はね、2番目にいい高校だったんだけど、頭の重さ的には2キロ差があったね。俺は5キロ差。そのみんなだいたい5キロ、4.5 キロとか、その近しい。やっぱり北高行ったやつだけはダントツ7キロあったね。頭7キロ。頭もでかかったけどね。まさか頭を測るとは。やったよね。仲いいからもう、そこの息子はもう中学生の時から晩酌してたからね。渋い。純粋に酒が好きなんだよ。いや、すごいね。やばいね。晩酌なんだろうね。持って生まれた。